なるほど。いかがです、ドンハ様。そちらがアンチメタレーションシステムの月例報告となります。ご満足いただける結果かと存じますが。満足か。はい。僕をバカにしているのか。満足と言ったな。報告書に専門用語とそれらしい数字を並べておけば、知識のない子供など簡単にごまかせるとでも思ったか。そのようなことは決して。この報告書からわかることは、前回から全く成果が上がっていないということだけだ。恐れながら、現在の手法のままでは進展が望めない。それが判明したこと自体大きな成果であると。ならば打開する策は、何か案はあるのか？いえ、それはまだ。それが通るとでも。アンチメタレーションシステム。このプロジェクトの成否には、四財閥の威信がかかっている。求められるのは結果のみ。問題があると分かっていながら、解決策すら提示できぬ凡庸なものは、ここに必要ない。申し訳ございません。望む研究環境と資金は、十分に提供しているはずだ。はい。ならば、結果を出せ。己が立場にふさわしい人間であることを証明しろ。はい。ああ、それから。あまり僕を見くびらない方がいい。二度目はないぞ。はい。次は必ず。言っていい。失礼します。奴の顔見たか、ジュンソン。はい。完全に坊ちゃまを侮っていたようですね。見透かされて、焦りやら青ざめりやら。大変お気の毒でございました。今頃扉の向こうで、盛大に僕をこき下ろしているだろうな。生意気なクソガキ。親の力がなければ何者でもない。おや。アンチメタレーションシステムの立ち上げも四財閥。総帥であるお父様の辛抱遠慮、企業イメージを回復する戦略の一環。僕はその看板に過ぎない。五体操の役目をパパからもらって生きがっている子供。それが僕に対する連中の認識だ。誠に遺憾ですが、年若いというだけで、彼らはヨン・ドンハという人間の実力を完全に見誤っているようです。ボンプの発想だ。くだらない。しかし、新薬の研究が行き詰まっていることは事実。はい。現状を打破する何かが必要だ。出かけるぞ、ジュンソン。支度をしろ。どちらへ？以前から考えていたことが一つある。今日のデータを見て確信した。被験者について、奴らには見落としがある。僕の推測が正しければ。現在直面している壁を打ち破る何かが見つかるかもしれない。アンプルールとして今後も活動するためには僕も結果を出す必要があるからな。さすがでございます。愚かにもドンハ様を侮った者たちにこれで一発きつい鞭をくれてやろう。そのようなお考えで。ああ。なんと羨ましい。何か言ったか？いいえ、すぐにご用意いたします。さあ、
どうぞ。ご所望のバー74スペシャルブレンドだ。ありがとう、直明さん。ごめんなさい。わがまま言って。このくらいのこと、なんでもないさ。本当はここで入れられたらいいんだが。洋室でそれは無理よ。いい香り。懐かしい。ずっと治療で飲めなかったから。もう、いいのかい？ええ、いいの。お医者様がもう好きにしていいって。そうか。おいしい。やっぱり直明さんの入れるコーヒーが世界で一番おいしい。本当においしい。もうじきわからなくなってしまうのね。この味も香りも温かさも。メタルの侵食が進むと少しずつ失っていくんですって。味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚は比較的最後まで残ると聞いたけど、いずれはそれも。そして最後には、その人がその人であった証、大事な記憶を奪い去ってゆく。ごちそうさま。直明さん。なんだい？もう一つ、わがままを言っていい？ああ、もちろん。怒らないでね。怒ったりしないさ。ね。サイモン。サイモン。んなとこで寝てっと風邪ひくぞ。ん？大丈夫か？ああ、うん。ってどうしたよ、そんな顔して。具合でも悪いのか？いや、ちょっと寝ぼけていただけだよ。仮眠するなら上でしろ。開店準備は俺がしとく。ありがとう。もう大丈夫だよ。本当か？ああ。本当だな。本当だとも。傭兵。なあ、サイモン。お前最近、調子悪いんじゃねえのか？え？なんか違えんだよ。客のオーダーミスるとか、いつもはしねえし、妙にぼーっとして、顔色もいまいちだしよ。時々立ちくらみも起こしてんだろ。心配させてすまない。実はこのところ、少々睡眠不足でね。レポートの採点やら、学会の準備やら、何かと忙しくて。はあ、昔は徹夜しても全然平気だったんだけどね。やれやれ。私ももう年かな。おっさんくせ。
夜年並みには勝てないからね。勘弁してくれ。けどよ、もし少しでも体に異常があったら、俺には、俺だけにはすぐ言えよ。傭兵。わずかな異変を見過ごして手遅れになったりしたら、あんなことはもう二度とごめんだからな。ああ、正直に言うよ。だが、それで歩みを止めるつもりはない。TCW として再び組むときに言ったはずだ。これだけは譲れない。サイモン。音楽で人と人をつなぐ。夢のためならば、命は惜しくない。椿がそうだったように。だからって。勝手にしろ石頭。俺は承知したわけじゃねえからな。おや、お取り込み中でしたか？ああ。アポイントメントもなく、このような時間に訪問する非礼、どうぞお許しください。邪魔するぞ。失礼いたします。っておい、勝手に入んな。まあまあ。アンプルールのお二人がうちに何のご用です？まさかお前らも敵情視察じゃねえだろうな。たく、なんでどいつもこいつもバトル前に喧嘩売りに来んだよ。いいえ、喧嘩を売るなど滅相もない。じゃあ何の用だ？夏目龍様と安藤四季様は？買い物だ。そのうち帰ってくんだろ。では、その前にお話を。あ？サイモン直明、神林洋平、僕は貴様ら二人に用がある。おお、これは美味しい。豆の種類を伺っても？バー74のスペシャルブレンド。豆の配合は企業秘密です。それは残念。なぜ僕はジュースなんだ？お子様にコーヒーはまだ早いだろう。子供扱いするな。まあいい、飲んでやる。それで俺らに用ってなんだ？アンチメタレーションシステムのことはすでに知っているな？ああ、聞いてるぜ。四財閥の出資で五体操な研究所を立ち上げたって。ファントメタルの侵食による感覚異常や麻痺、様々な症状に対する治療法を確立し、将来的にはメタル使用における副作用そのものを軽減、阻止する新薬、メタル侵食抑制剤の開発を目指す世界初の研究機関だったかな。その通りだ。ん？けど、よくそんなもん立ち上げられたな。メタルの研究は禁止されてるんじゃねえのか？アンチメタレーションシステムはあくまでアルタートリガー社が行った違法な実験により被害を受けた人々を救済するためのプロジェクトだ。侵食抑制剤の開発についてもその一環に過ぎない。
だからメタルの研究じゃないってか。正式に国の承認も得ております。どこか問題でも？いやねえけど。どうもうさんくせんだよな。なんだと？四財閥といや、アルタートリガー社に裏金流した企業だろう。今さら人助けって言われて、そう簡単に信じられるかよ。だが実際、誰かが手を挙げなければ研究も進まない。それに、私たち幻影ラッパーにとっても、無縁の話ではないからね。まあ、そうだけどよ。詳しい説明は追ってさせていただくとして、これより本題を申し上げます。非公開の情報になりますので、お二人とも他言無用でお願いします。ああ。わかりました。アンチメタレーションシステムでは、アルタートリガー社が残した資料を回収、分析することで研究が進められている。その過程で、ある事実が判明した。メタルの侵食が起こるメカニズムについて、彼らはすでに大きな発見をしていたのだ。すなわち、メタル細胞の発見だ。メタル細胞。なんだよ、それ。ファントメタルの使用を繰り返すと、人体にメタル細胞が徐々に蓄積することが分かったのだ。いや、蓄積というよりも、本来あった細胞がメタル細胞に置き換わると言った方がいいだろう。そして、この置き換わりがある一定の水準を超えると、現在、メタルの侵食として認知されている現象が起きる。味覚、嗅覚などの五感を徐々に喪失させ、最終的には記憶そのものを奪い、廃人化させる。だが巧妙もある。このメカニズムの解明はまた、侵食抑制剤開発への大きな足がかりとなった。驚いたことに、アルタートリガー社はそのモデルとなるような薬をすでにいくつか開発していた。無論まだ実験段階で人に投与できるものではないが。我々はこの研究を引き継ぎ、侵食抑制剤の開発に取り組んでおります。現在100名以上のメタル使用者の方々に協力者としてご参加いただき、収集した様々なデータをもとに研究を重ねてきたのですが。それで？なぜ我々にそのようなことを？正直に言おう。研究はあと一歩のところで行き詰まっている。侵食速度を決定的に遅延するファクター X。新薬の鍵となる何かを確定できないでいる。そこでだ。僕はアンチメタレーションシステムの代表として貴様らに助力を要請する。協力者としてこの研究に参加してほしい。おいおいおい、冗談じゃねえぞ。俺たちにモルモットになるって。協力者でございます、神林様。どっちも一緒だろ。高みの見物をするつもりはない。僕自身、そしてチュンソンもすでにその一人としてこのプロジェクトに参加している。しかし、どうして私たち二人に？考えうる中で貴様らが最も正解に近い人間だからだ。は？サイモン直明様、神林洋平様、我々はお二人こそが新薬開発の扉を開く何かをお持ちだと、そう認識しております。